今日は、このような、未生の黒松シリーズ、これを使ってまた違う素材の作り方でやってみようかなと思います。はい、多分3年目ぐらいのやつですね。でこういうお魚の入ってたトレー洗って巻きっぱなしにしといたやつです。肥料は置いてるんですけど、土浦のとある盆栽園に行きまして、そこで値上がりの厳しい県外の作り方をですねちょっと教えていただいたんですよね。それで自分でもやってみたいなと思って、これ作る時期的には白い根白根が伸び始めている春先と、秋がいいらしいんですけど、どっちかって言ったら秋がいいらしいんですけど、秋まで我慢できませんので、この素材で、県外仕込んでいきたいと思います。普通根上がり作るのにはちょっとずつ根を露出させて、1センチとか2センチとかちょっとずつ出して、それを太らせて、で植え替えのたんびにそれをちょっとずつ出してっていう風にして作るのが一般的だと思うんですよね。それだと特に小白類とかそんな頻繁に植え替えしませんので、完成するのにどのくらいかかるんですかね。結構かかっちゃう。ミニ盆栽とかやる人結構せっかちというか、私がそうだと思うんですけど、せっかちだから早く作りたいんですよね。でこの方法だと、ちょっと黒松さんには厳しい感じになっちゃいますけど、比較的早い段階で値上がり県外っぽい、厳しいやつがですねちょっと見られるようになると、いう風になるんじゃないかなと思ってまして、このトレイの分だけちょっとやらせてもらいたいなと思ってます。使うものはこのちょっと何でもいいですね。普通の仕立て鉢でもいいんですけど、こういうのがちょうどありましたので、これを使っていきたいなと思います。抜いてみましょう。ちょっと眉みとかも混ざってるけど、よいしょ。ほいほい。ちょっと根を傷めんようにちょっとほぐしてねいきましょうか。これは眉にね、軸切りとかしてないから普通の軸切りしたやつよりは根は伸びてるはずなんですけど、はいすまんね、ちょっと頑張ってくれ。こんな感じ。根がちょっとねトレーにこう貼っとったけんビヤーンって横になっておりますけど、これもなんか良くなりそうですよね。こうやって作れば、そんな感じ、そんな気がしています。これは切らずにあえてこうやってやったら厳しい県外作れそう。なんかこの薄いトレーに入れるのって案外この県外作りにいいかもしれない。ここら辺で曲がらすけん、これ使ってね、あんま深い糸に入れたらビヨーンってなるけど、浅かったらここ床にすぐ当たって曲がるから、それ利用してこうやってね作りやすいじゃないですか。思わぬ誤算でないや、思わぬ天然のここの急な曲ができてるのが思わぬメリットでした。これはまさに県外向きですね。でこれを植え付けていきます。あとはもう簡単なんですが、ちょっとコツがあるみたいなんですよね。この土をちょっと多めに3分の1ぐらい入れます。これをこういう風に入れるんですけど、普通はこのくらいちょっと出して植える。そしてまた何年後かの植え替えの時にちょっと出して植える。ここが太ってきてから植えるんですけど、先っちょの白い根っこ、生きてる活動が始まってる根っこだけちょっと埋まっとけば、かなりビヨンって出してもいいよっていうことだったんですよね。今回はもうこうです。ほぼこうで植えちゃいたいと思います。こんな感じですね。もう本当に垂れ下げちゃう感じです。で植えちゃうらしいです。
こんな感じですね。ってるところを生かしてこう引っ掛けて、ちょっとスペースの問題でワンポットに2本ずつ入れちゃいますけど、対角線にこれとかもまさに県外に向きそうなやつを適当にこうねじりながら入れてこう引っ掛ける感じ、ハンギングして平行筋に入れて、水苔も特に貼らなくていいようなんですが、あんまり乾きすぎてもかわいそうだから表面は化粧土をちょっとやっときます。これもちょっとゲームのようになって入れといて、本当に金を入れてかけとくと、水決め、はい、仕込みができました。初めてやるからちょっと心配になるくらいかなりこう露出してるし下がってるんですけど、この曲がって下がったところがストレスになってここが太ると、根元が太るという、考えだそうです。ちょっとあんまり強い風の当たらない半日陰ぐらいのところでしばらく育てるといいそうです。はい、これはこれでこれ13本ありますから、これはこれで、様子見ながら管理していきたいと思います。以前川越の展示会に行ったんですけど、その時のご縁でとある埼玉某所の趣味者の方の花場を訪問させていただきました。その時に未生で30年以上経っているこの五葉松のこれ県外見せていただいて譲っていただいたんですけど、こういう木を目指して、こういう木を古い木を目指して作っていきたいと思います。今日の作業はこれで終わりです。